あ、これ気になるよな。おむすびおむすびライヤキーヤ、キーヤおむすび屋さん。ね、うん。美味しそうだな。おむすび大好きおむすび大好き食いしん坊みたいでやだな勘違いしないでね食いしん坊のやつの言い方だから勘違いされたくないな。ほほい、見て、可愛いんだよ。福田魚市場。あれしらすなんだよきっと。ここはみんな釣りしてます。福田市場結構ギリギリまで車で行けるっぽくて釣りスポットになってます。わー綺麗。こちらです。渚の交流館。はいよっ、渚の交流う館、ん。こちらでしらすを食べたいと思います。イエ生しらすがねーイ。うん、食べれるんですよね。釜揚げじゃなくて茹でられたやつじゃなくて透明の状態の生しらすです。そうそう。あーいい天気。風はまだちょっとあるけど、こらあったか。気温高。もうタルちゃん半袖だもんね。七分か。夏ですねここがね、この間来て美味しかったんだよね。そう安くて。そう観光地価格だとさ、うん結構するもんね、なんかね。ちょっとね、お店自体はちっちゃくてうん他に何も売ってないんですけどでもさ、ちょっとおかず買いに来るのもいいんだよね。そうなんか焼き魚とかさ。これです。わかめスープ付き。これにしよう。うん。あった。何？これ食べこれたいです。食べたいの。うん100アジの骨せんべい。円。へえ。ここにもいっぱいあるよ。なんか食べる。あ、エビうまそう。エビうまそう。素揚げだって食。べる？しらすのかき揚げ。うわー。どうしよう。そんなにいっぱいいらないな。じゃあどっちか。しらす丼はありますか？生。釜揚げと解凍品の生しらす丼ございます。じゃあこれ2つと、お待ちください。はい。はここにもいろいろ出ます。来ちゃったよ。い。切っちゃった見て。プリプリなんかでかくない？ここのさしらすでっかいよね。でっかい。あとエビとしらす丼700円。 700円。あとこれアジの骨の揚げおせんべい。美味しいんだよね。海沿い席です。オーシャンビューの席です。そうなの。この外の席さ、うん。毎月1のつく日でこんな感じでワンちゃんとテラス席限定で食事をすることができると。いそう。いただきまただす。きます。醤油かけた。もうめっちゃ入ってるよしらすすごい。これで700円。すごい。実家今週行くから買ってこう。あ、そうだね。うん。いただきます。とろける。うん。うまい、やっぱり。このエビが気になる。丸々食べれちゃうのかな。うまっ。味噌カリカリかと思ったらさ、揚げたてだからかな。なんかエビの感じが残ってて表面だけカリカリでめちゃくちゃ美味しい。うん。カリッカリ、うまっ。美味しい。味ボン。味ボン。
すごいなんかカルシウム取れてる気がする。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大変美味でした。さて、ちょっとね、海沿いの方まで車で移動できるので発信させていきたいと思います。硬い。おー、すごいよ。ここ海岸なんですよね、一応。ああ、本当だ。綺麗。サーファーがたくさん波乗り楽しんでます。サーフィンやってる人もいっぱいいると。サーフィン、釣り、デート。いっぱい食べてる人。いろいろです。うわ、近い。怖いよ。こっから見ると。太郎ちゃん、もう海の中に入っちゃってんじゃん。うわ、いい景色。あの漁船でシラスを釣ってきていただいてるんでしょうか。美味しかったです。よし、降りようか。はい。風がちょっと強くなってきたよ。うわ、めっちゃいいここ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。うん。はい。ちょっと今車を移動してきたんですけども、今回の動画はですね、このシェビーバンの DIY3 度目の正直バージョンになります。3回目の DIY をやりましたので、中身をちょっとご紹介したいなと思って動画を回しております。私的にはもう今史上初な気がします。ちょっと待ってください。何ですか？今史上初な気がします。わかんないんですけど、今史上初はなんて言うんだ、そういうの。今までで一番いいってことを言いたいですよね。そうそう、今です。今史上。今史上なんだっけ？今史上初。今史上1。DIY 史上最高にいいってことですね。あ、それ、はい。またね、5月からいろんな旅の予定とか、キャンプの予定、車中泊キャンプの予定とかあるので、それもある関係で今回ちょっと長らく放置してましたけど、やっと DIY が完成しましたので、説明していきたいと思います。お願いします。我が家のシェビー版なんですけども、今こんな感じになっております。タイヤがね、ちょうど履き替えの時期で、そろそろやんなきゃいけないんだけどまだやってなくて、明日か明後日にノーマルタイヤに戻そうと思ってますが、今まだスタッドレスを履いております。はい。で、上にルーフキャリアがあって、ここにトランクカーゴ2つ乗せれるようにはなっていて、あと反対側が前にねエブリィで使ってたやつを移したんですけど、ルーフボックスありますので、こちらに荷物を入れて移動することも可能でございます。結構入るからこれね。で常に、レベラーって言って高さを調整する、車体の角度を調整したりするやつが入ってるんですけど、そういうのを入れてたりしております。車中泊するときに結構、野山がガタガタな時とか、調節して平らになるべくして寝れるようにとかしてますね。そして、最近の悩みが2つありまして、まずはタイヤの前後からキーキ音がします。これがもうなんかいろんな車屋さんにも見てもらったんですけど、一向に治らないという。もうなんだか分かんなくて結構やり尽くしましたよね。なんだか分かんなくて悩んでますね。なんか、ディスクのパッドも削ってもらったり、こっち後ろはドラムブレーキなんですけど、ドラムの、締め具合調整してもらったり、なんていうのかな、このドラムの内側もこう削ってもらったり、いろんなことやってもらったんですけど結局治りませんね。これが1個目、もう1個目がここら辺がだいぶ傷んできてしまって塗装が剥げてます。この辺もハゲハゲ、こっちもね、骨、あとはこの辺りだったりとか、ここがひどいな、ここ、うわ、ペリッとこういう感じで、これもなんか塗装したらものすごい高いと思うんで
どうしようか悩んでおどうります。したらいいんだ。はい、そんな感じではい。やべえ風。やばいっすね今日も風が。うん。あ、ここいいじゃん。このね後ろ側もこんな感じになっちゃって、はい、どんどんペリペリ剥がれてっちゃう。では中の方に参りたいと思います。はい。こんな感じで運転席助手席はそのまま、うん。このねここの椅子取ってたんですけど、そうだよね。2つ戻しましたここに。はい。なんで今これ椅子を戻すとうん。 4人乗りっていう感じになってます。こんな感じでうんす。これで今4人乗りですね。こうやってうん座れます。で今回一番いじったのはこの後ろです。こちらどうぞ。こんな感じです。これが3度目の正直最終形態にしたい形でございます。頑張ったー。は無理に作り込むことはせず、はい。イレクターパイパーの僕がイレクターパイプでベッドキットと棚だけ設置した感じです。すごい簡単な設備なんですけど、いろいろ考えた末のね形なんだよね。そうなんです。やっぱこう何年だ、3年4年4年乗ってます。こう車中泊したり他の車を見て研究したり、いろいろしていく中で寝るスペースの幅といい、はい、活動しやすい歩ける範囲といい、もろもろこうだったらいいねをかき集めて、はい、太郎ちゃんが頭で設計してくれました。はい。で、じゃあハルピンそっち移動してもらって、はい。前回はこう横にベンチ型にしてたんですけど、やっぱりなしにして、こうベッドはベッドでっていう風に戻しました。なのでこのスタイルだと一番最初の DIY に近いんだけど、そうですね、何が違うかっていうと、今ハルピンがね足を下ろしてるでしょ、これが前回との違いです。そうです。ベッドスペースがちょっと小さくなったんですけど、前はここまであったんだよね。そうベッドスペース、だからずっとベッドっていうかここにね今乗っちゃえばすごい広いスペースだったんだけど、それを削ってここが足を下ろせる移動スペースをすごいたくさん取りました。なんでこうベッドからこう降りてくるまでの動線がすごい楽になったっていう。そう、一つはベッドが広すぎることによって上に乗って着替えなきゃいけなかったり、そんなにスペースいらないのに広く取ってたことによって動きづらかったんだよね。そう、寝る角度は横になるんで頭がねこの感じで寝ます。こっからここがぴったり180ないぐらいかな、175とかなのかな。僕の身長が170ないんで、僕の身長が158.9なんで 158.9 僕らの身長でいくと、十分かなっていう十分、感じ、ぴったりかなって感じなんだけど、これがね180センチとかある人だとちょっと厳しいかなって思うんですよ、横に寝るのは。僕らだったらこの幅でいけちゃうから。ミニマム夫婦です、でベッド幅は120に設定しました。そう今ここにさ、テーブルがあるんですけど、そうそれ取れるんで、でここに2人いける感じです、乗ってるだけだからね。とここイレクターパイプのガチャンって刺さってるだけ。こっち側に棚を設置しました。うわー、海見ながらこの棚やばいじゃんね。景色が見えて、作業がしたいなっていう、ここでパソコンしたりとかっていうのもできないこともない。でこれだけだと小さいなと思ったんで、この後ろの棚を追加したって感じです。そう、基本的になんか重量級のものは置かないで、なんか缶クーラーとかお皿とかパソコンレベルだったら全然いけちゃう。そうで寝るときは取り外しをします。選手交代して太郎が外します。乗っかってるだけなんで、あ、そっか、これ一回ほどかないとだ。ちなみにこれは、今年も大活躍すると思います。ポータブルクーラー、これがないと夏の車中泊がもうしんどくてですね。そうですね、めちゃくちゃ助かってます、これで。で今年も、シェビー君はこのイーノースタイルで行こうと思ってますので、ポータブルクーラー、それからポータブル冷蔵庫、この冷凍と冷蔵で2室あるやつですね。それとこの下にポータブルバッテリーがありますので、
ちょっと後で説明します。はーい。はい。すぐ取れますね。はい。はい。しかもね、そんなに重たくないです。この木のテーブル。重たくないですね。この木のテーブル。なんか音楽を流してずっとぐるぐる回っている軽自動車がいます。結構こういう人多いです。多い。うん、でもなんかちょっとベニスっぽくないって言ってたんだよね。はい、これで外れて、はい、横だけ。寝るときはこんな感じで。はい。はい。ただね、これの置き場所って決定してないんだよね。あ、この木？うん。これが前のテーブルとして使えたら楽なのにね。なしじゃないですね。なしじゃないですね。うん、2way だったらありがたいそうだね。ですね。確かに。したら2個作らずに、うん。どうせ寝るときは外しちゃうわけだしね。ちょっと長いっすね。まあ一番前までやっておけばいいかな。でここは前にね買った60センチの座布団、60、60の座布団を6枚ぴったりだったんだよね。敷いてます。はい。でこの上にワークマンのマットを敷いて寝るって感じかな。はい。もう収まりがいいですね。収まりがいいんですよ。こうするとちょうど僕がぴったり寝れると。狭くないですか？狭くない。まあ当たるけどね、下ここちょっと本当にだから2、3センチ残ってますぴったりです。でハルピンが発見したんだけど、そうなの、こっから降りれるんだよね。そう、中に扉をひねる取ってなかったから降りれないって思ってたけど、こっから手を出して窓開ければガチャコンってこうやって降りれると。そう、じゃあつって行ってきますハルピンはこっちから降りて、そう、俺はこっちから降りてっていうことができると。はい。でここの棚は、一応ねこう2本パイプ2本で支えてるんで、この辺結構重いけど全然大丈夫かな。移動する時はこれで縛ってます、こういう風に。でこれは冷蔵庫、あ、違う電子レンジ、トフィーのね、やつ。これもこの間エブリィでも載せてみたけど、全然使えたからね。今走ってきてもほぼびくともしてなかったですね。でさっきも言ってたこのイノーのポータブルエアコン、これがあると本当に車中泊が楽になったんで。そうですね、ワンコもいるんで本当助かります。こういうやつなんだけど、冬の間閉まってたら、リモコンがどっか行っちゃって、ちょっとリモコンだけ変えるか聞いてみようと思ってなんでかね、ちゃんと全部段ボールに入ってたのに、でちょっとねせっかくなんでセッティングしてみようと思います。ここにちょっとしたコードが入れられて、電源をつけますね。そう、これがね結構ねでっかいんで、それバッテリーこうコード、電源コードのアダプターっていうのかな。まあ多分その分こいつがちっちゃくなってるっていう感じなのかな。あ、確かにこのサイズ感で、結構いい感じの冷えだから。そう、まあ、バカでかいとね車狭くなっちゃうしね。ここが吹き出し口、で後ろに排出口があるんですけど、こういう、本来ここから出ていく空気と、ここから吸う空気は、外からの空気を持ってきて排出しなきゃいけないのね。だからこういうのがついてて、こういう蛇腹の伸びるやつ、これをここにこうつけて、こっちもこうつけてってやるんだけど、すごくかさばって、あんま好きじゃないんですよ。なんで去年どうしてたかというと、ここの車の一番後ろにセッティングします。ここにセッティングして、ここにカーテンがあるんで、これを閉めて、ここね窓がちょっと開いてるのね、これ閉めてこうしますこうするとこうなんていうの、ここが分離されて、確かに、空気が外に出ていくっていうのを作ってみたんだけど、これが意外と良かった。意外と良かったんで、今年もこのスタイルでやってみようかなと思ってます。中には空気が来ないようにして、こっから冷たいのが出る。ちょっと電源さしてきます。あとこれは排水、排水のホースなんだけど、これもここに挿して
後ろから出てくるんだけど、うん。これ水が出ちゃうんで、はいもう外に今度出します。うんうん。こんな感じではい。ちょっと電源させてくるね。電源入れました。ありがとうございます。本当はさ、うん。リモコンでできたからさ、確かに。ここ必要なかったんだけど、はい、これでスイッチを押すだけでエアコンがつくはず。1年ぶりにつきますね。うん。でこれね、前の席、運転席ぐらいからリモコンしてもついてたんだよね。クーラーとはい。あと除湿と送風があるんで、うん。結構その場で切り替えて使ってましたよね。うん。夜中はドライだけちょっとやったりとか、結構まあ寝る前に冷やしてうん。寝てる間は消しちゃうことがほとんどだけど、そうだね。やっぱ電力結構使うからうずっとつけっぱなしっていうのもなかなかきついんで、ん。なんかその旅の間も電源サイトだったり何もないとこだったりを繰り返していて、なんかこううまく計算して駆使して使ってる感じでしたね。そうで今こう一番低い16度にはい。設定してます。切りタイマーとかうん。もあるんで結構便利に使ってました。あとね、一応こういうのがついてて、うん。これをつけるとスポットクーラーみたいにできるっていう、うんうん。一応ついた。おう。あ、なんか冷たい空気来てます。こういう感じでうわ、寒いです。直接ねうん。当てればすごい涼しい。そうですね。エンジンかけっぱなしにできればいいんだけど、うんどうしても切らなきゃいけない場所とかで、うん。犬をちょっとだけトイレ休憩とか、うん。スーパーで買い出しとかするときにこれつけておくとだいぶ違うんですごい良かったよね。うん。ただなんかいろんな検証をやったんだよね。なんだけどやっぱこう車の中根本を冷やすっていうのは、はい真夏はちょっと難しくて、うん。あくまでもまずは車のエアコンで冷やしておいて、うんそれを維持するうん。ぐらいのパワーかなっていう感じだったんで、うん。こういうカーテンとかであと断熱材とかではい。全部の窓を閉め切って、うん。車中泊のやつとかも売ってるじゃん、うんこう断熱のやつ、うん。ああいうので太陽の光をシャットアウトしてうん。車のエアコンでそもそも冷えた車内を維持するためにこいつを使うみたいな、うん。そういう使い方だったら使えた。だけどもう車内が40度とかに上がっちゃうじゃんか。うん。あれを20度に冷やそうっていうのは、うんなかなか難しかったよね。うん。車が熱くなっちゃってるとむずいです、それはもうパワーの問題で、やっぱりそれ以上のパワーをうん。やろうとするともっとでっかい機械になっちゃうんだと思うんだよね。うん。さっきの水を外に垂れ流すホース、これです。こっから水がうん。出ていきます。こんな感じにしとくとはい。こっからね風が出てくるんだけど、閉めてこっから排出されます。はい。結構熱い風が出てくる。ちゃんと出てるんですね。でそのバッテリーがこれなんですよ。はーい。今ねここに1個とうん奥に1つ、はい。エクストラバッテリーっていう拡張ができるやつうん。を使ってます。はい。でこれはもう家庭とかでも使えるすごいでっかいやつなんだよね。うん。 2048ワットアワはい。ーのものがもう1個ついてるって感じ。おお、すごい。そうだから4000ワットアワーぐらいあるんではい。すごい大容量で使えるんだけど、うんまあやっぱ価格が高いのと、うん。うちはちょっとお仕事でやらせてもらってうん。使わせてもらってるけど価格が高いのとあとすっごい重いっうん。ていうのがありますが、災害用で車に積んどくとかであればすごく頼もしいですねこれは。なるほど。エアコンが336ワットはい。使ってる、350ワットぐらい使ってるんですけど、うん。そのペースでいくと今 96% でしょ。1個目が6時間、うん。でもう1個あるんでうん。だから12時間ぐらいおーこのペースだったら使える。ただエアコン熱くなると結構稼働がでかくなるんでうん。そんなに4000あってもそんなには使えないんだけど、このバッテリーで動かそうとするならうんすごく頼もしくていいかなっていう感じだったんだよね。はい。 USB もいっぱい4個6個ついてるし、はい。電源ポートもコンセントうん。 AC のポートも4個ついてるんでうん。いろいろ使わせてもらってみて、うん現実的なのは
2000ワットの P2000 だったかな、なんか機械の名前2000ワットのやつが売ってるんですけど、うんそれ結構安くてうん2000あるし、はい良かったよ。よかったよ良かったなるほど、うん、じゃあ現実それを的参考に。現実的に使うとしたらそれが使いやすかったです。最後がはいこれですね、冷蔵庫。冷蔵庫。冷蔵庫はここにセッティングしたんだけど、うんこういう風に出せます、おう一応。うんでこれ思ったんだけど、うんこっち側でいいのかな、これこっち開きにもできるんだけど、出して使うんだったらこっち開きなのかなみたいな。要は寝る時はうんこうしますよね、うんだけど寝る時はもう開けないよね。まあでも分かんないか。わかんない。缶ジュース缶ビール飲むかもわかんないけど、まあいいのか、じゃあこんな感じで。まあ使ってみて反対のが楽かもってなったらそう、これ変えようかこな。う取って蓋が反対に開くようにできると。うん置く場所をあんま選ばず使えて、でこれ2室でうん冷蔵庫と冷凍庫、はい、まあどっちを冷蔵冷凍できる自由にできるんですけど、いやめっちゃありがたいです、結構ご当地もので冷凍品うん、を買ったりして2日後食べたいとかそういうのもできるから助かります、そうでテーブルにもなるから、そこういうところでこのままテーブルになったりう、うん、もうできる。あとさまな板ついてるよねまな板ついてますけど、ここに。これそうついてます。でバッテリーがね1個ちっちゃいのがついてるんで、うんコンセントを外してもはい何時間かは自分で持続できるっていう、そうそうそうそれも嬉しいところですけど、まあだから車に取り行くのめんどくさいなキャンプだなってなったらコード外してそう外で置いとける。なんならあとここで携帯も充電できちゃうんで、そうちは2個メリ用の扇風機とか別途そこに挿して使ったりしてました。やってました。うん、しまえるようにしました。スリムです、うん本当は取っ手がついてたんですけどその分前に飛び出てくるんで、外しちゃいました。でシェビーだと結構10日間の長旅とかやったりしたんで、このぐらいのサイズがあると使いやすい。めちゃめちゃありがたい、もちろんちっちゃい方が嬉しいんだけど、うん、やっぱりね一泊のキャンプとかだったらねそれでもいいんだけど、ちょっと不便。飲み物とかペットボトルで大きいペットボトルで買っといた方が割安なのに、うん入んないからちっちゃいのにしようとかってするよりも、そうだね、そういう買い方もできるしね。旅にはすごくうんいいんじゃないかなと思います。こんぐらいのサイズとはい、 2室っていううん、のがね、はいこけてばっかり言わなくていいんだよ。言わなくていいですここに旅に出れるスタイルとなりましたので、はいまたいろんな動画撮りにいろんな景色を見にニコメリと行きたいと思っております。遠出したいね。遠出したいまあでもいろいろ予定はあるんで、はい旅情報キャンプ情報をお届けできればなと思います。はいではこの後洗車に行きます。ずっと洗ってないね。ずっと洗ってない。家の前で洗えないからさ、そういうなんか洗車場見つけたからちょっと遠いけど、洗車場行きましょう。はい洗車場ありましたこんなとこあるんだね。ね。以上3回目の DIY ご紹介でした。e-no のうんアイテムの詳細は概要欄の方に書いてありますので、ぜひちょっとでも参考にしていただけたらなと思います。今年の夏もこれで乗り切りたいと思いますので、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなり。さよなり。斉藤でした。後ろまで歩いていけるやん。そう、こっからブーってこんな感じで、てんてけてん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 、立って着替えれる、後ろまで歩ける、確かに。めちゃくちゃ便利。